今日は私がすごくハマっているアニメについて話をしたいと思います。はい、皆さんこんにちは。日本語教師のゆかです。本日の動画はあれこれラジオです。あれこれラジオは日本語を勉強している方向けのラジオです。日本語でいろいろなことについて話をします。YouTube の他に Spotify や Amazon Music などでも聞くことができます。お好きなプラットフォームからぜひ聞いてみてください。それから現在私はオンラインサロンことゆいサロンの新しいメンバーを募集しています。これは日本語を勉強するためのコミュニティでオンラインのコミュニティなので世界中どこからでも参加できます。毎月日本語の会話クラス、読書会、そして季節のイベント、文化講座などを開催していて、その他にも他の同じ趣味を持つ仲間とつながれるクラブ活動もあります。興味のある方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。今日は私がすごくハマっているアニメについて話をしたいと思います。アニメのタイトルは呪術廻戦です。すごく有名なアニメなので、一度はこの名前またはポスターを見たことがあるんじゃないかなと思います。どうでしょうか？見たことがある人、好きな人はぜひコメントで教えてくれると嬉しいです。この呪術廻戦について、もし知らない方がいたらちょっと簡単に私からストーリーをね、説明します。呪術廻戦というのは2018年から2024年まで週刊少年ジャンプで連載された日本の漫画です。人間の負の感情から生まれた化け物や呪霊を呪術を使って払う呪術師たちの戦いを描いたダークファンタジーバトル。はい。この作品はもともとは漫画だったんですが、その漫画からアニメも作られていて、2026年、今の時点で第3期の放送がもうすでに終わっています。漫画の方はすでに完結しています。完結というのは一番最後の話までも書き終わって公表しているという状態です。アニメの方はまだ終わっていなくて、多分あと2回ぐらい、あと2クールぐらいはアニメでやるんじゃないかなと思います。今の時点で漫画のだいたい半分ぐらいの内容をアニメで放送しました。で、私がこれにハマったのは、つい2週間ぐらい前の話なんです。はい、2週間前に突然ハマりました。もし呪術廻戦ファンの方がいたら、どのキャラクターが好きか、ぜひコメントで教えてください。現時点では私は乙骨憂太が一番かっこいいなと思っています。ちなみにその乙骨憂太の声優は、エヴァンゲリオンのシンジ君の声をしていらっしゃる方です。もうあの方の声は一度聞いたらすぐわかりますよね。で、特に呪術廻戦の漫画の作者はエヴァンゲリオンの監督、庵野監督の大ファンらしくって、なのでちょっとエヴァンゲリオンを見たことがある人は、あれなんかこのシーンどこかで見たことがあるようなっていう、ちょっとこうオマージュされたようなシーンとか、あとはエヴァンゲリオンのシンジ君の声が呪術廻戦の乙骨憂太の声と同じなので、それをちょっとリンクさせるっていうかね、なんとなくあれシンジ君って時々ねちょっと思ったりとかもねして、そういうのもアニメを見るね面白いところだなと思います。この呪術廻戦は東京と京都に呪術を学ぶ高専があるっていう設定なんですね。なので、東京とか京都の街も出てきて、特に東京はいろいろなその戦いの舞台になることも多くて、私は今東京に住んでいるんですけど、今までは何とも思ってなかった渋谷の街、よく見ていたその渋谷の街がもう今では呪術廻戦の舞台にしか見えないですね。そうなんか渋谷ヒカリエって聞いたら、あ、そういえばあの戦いがとかね、つい連想してしまう、ハマっています。
そして場所で言うと、東京、京都以外に仙台もよく登場しました。この後も登場するのかな。ちょっと私アニメしか見ていなくて、アニメのね第3期までしか見ていないので、まだまだ先にねストーリーが展開していくから、これからどこの街がどんな風に登場するのかまだ知らないのですが、またきっと仙台もねたびたび登場するんじゃないかなと思います。主人公の出身地としても設定されているので、きっとまた仙台のいろんな建物とか街並みとか出てくるんじゃないかなと思って、なのでまたね機会があれば仙台の方も行ってみたいですね。五条先生っていうねその構成の先生がいるんですけど、すごく強い呪術師なんですが、彼が大好きな仙台の名物の和菓子とかも出てきたりとかしてね、なのでそういうのもちょっと食べてみたいななんて思っています。実はね、私数年前にこの呪術廻戦のアニメの第1話だけ見たことがあるんです。ネットフリックスで第1話だけちょっと見てみようかな、人気のアニメだしと思って見たんですけど、その時は正直好きじゃないなって思ったんです。後からなんで好きじゃないかなって分析してみると、まず画面がずっと暗いんですね。なんかちょっと墨を落としたようなややこう暗い画面、ちょっと陰鬱な感じのね画面がすごく多くって、そしてこのストーリーは人間の負の感情から生まれたさまざまな、化け物というか呪霊とかが出てくるんですね。でその形もとっても気味が悪いし、なんか色もちょっと暗いし、なのでその第1話を見た時になんかあんまり好きじゃないかもしれない、なんか見ているとちょっと暗い気持ちになると思ったんです。それでその後続きを見ることはありませんでした。漫画ももちろん読みませんでした。でそうやって数年経った後、つい2週間前、突然なんかもう一回呪術廻戦を見てみようかなって思い立ったんです。何かきっかけがあったわけではないんですが、突然なんかそう思って、それでまたネットフリックスで第1話を見ました。そしたらその数年前はちょっと私には向いてない、好きじゃないと思ったその同じ第1話がなんかね面白く感じたんですね。あれいいかもしれない、このまま私見続けられるかもしれないと思って、そのまま2話3話4話とどんどん見続けていくうちに、もう気がついたらハマっていました。皆さんそういうことありますか？なんか1回目見た時は好きじゃなかったけど、ちょっと時間を置いて2回目見たらあれ好きかもしれないっていう、そういう経験ありますか？私あんまり今までそういう経験がなかったんです。この呪術廻戦が初めてかもしれません。大抵ね1回見て無理だと思ったらもう2回目はないですね。でもこれはちょっと特別というかね、私にとっては初めての経験でした。でその後はもう毎日ね仕事が終わって晩ご飯食べた後はずっとネットフリックスで毎日毎日ね見続けて、第1期第2期第3期とね全部2週間ぐらいで全部見ました。本当にもうドハマりしました。ドハマりというのはもうすごく深くその魅力に取りつかれて魅了されているっていう、そういうことですね。はい。なんかちょっと随分遅ればせながらようやく呪術廻戦の魅力が分かったというね、そういう状況です。はい。でなんでその数年前最初見た時は無理だと思ったけど、2週間前から見始めた時は大丈夫かもって思ったのかってちょっと考えたら、多分ねその間に私は鬼滅の刃を見ているんです。鬼滅の刃というのは、これまたどうなんだろう、ダークファンタジーになるのかな。人間が鬼に変わってしまって、でその鬼は人間を食べるんですが、そうやって人間を食べる鬼を退治する少年少女たちの話なんです。それが鬼滅の刃
鬼滅の刃もすごく流行した漫画、そしてアニメ、映画ですね。最初に呪術廻戦の第1話を見て無理だと思った後に鬼滅の刃を見たんですけど、あの作品も結構たくさん血が出てきたりとか、鬼滅というタイトル通り鬼を滅する、鬼を退治する、そういう話なんですけど、そういう戦いのシーンとかがすごくたくさん出てくるんですね。で、時には少し気味が悪いような描写もあったりします。で、以前までは私はそういうタイプの、作品、映画とかアニメとか、そういうタイプのたくさん誰かがあるいは何かが殺されるような、そういうようなタイプの作品っていうのはあんまり好きじゃなくて、見る機会がとても少なかったんですね。だから慣れてなかった。でも鬼滅の刃は、その設定とか内容とかが本当に面白かったので、最初アニメとそれから漫画もね、両方見ました。で、その鬼滅の刃を間で見たから、もう一度呪術廻戦の第1話を見た時に、もうそういう感じのものに慣れて、で大丈夫だって思ったのかなと自分で分析しています。何事もね、慣れというのは大切なんだなと思いました。おかげさまで新しい扉が開きましたね。面白かったです。あとはそのアニメーションの素晴らしさ。鬼滅の刃は ufotable という会社がね、主に作っていて、あれもすごく緻密な描写で素晴らしいアニメーションなんですが、呪術廻戦を作っている会社、マッパという会社なんですが、あの会社も本当に素晴らしいですね。特に爆発のシーンとか、激しいバトルシーン、展開が早い、動きが早いバトルシーンで、かつ光がたくさん使われるような、そういうアニメーションも本当に素晴らしかったです。内容云々というよりも、そのアニメーションのね、技術、素晴らしさというのも、魅力の一つだなと思います。またこの呪術廻戦以外にも皆さん最近ハマっているアニメ、おすすめのアニメがあれば、ぜひコメント欄のところで他の人にもシェアしてください。それでは本日の動画はここまでです。見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。